こんばんは。 It's Sega on the brand で、今は見ての通り車です。今実はね、シアトルからカナダのバンクーバー市に向かって運転してます。はい、まさかの国境を越えての旅行をしてます。はいって言っても2時間ぐらいしかかからないね。ね、びっくりだよね。車で2時間でカナダに行けるなんてね。そうだからもう初めてだからすごいね、楽しみにしてます。はい。で、昨日 H マートっていう韓国のスーパーに行ってパンを買ったんだけど、でこれから俺の分ちょっと食べようかなと思うんだけど、ちょっと紹介しますね。これ最後買ったやつかな。なんだっけこれなんか、ね、でかいねこれ。ガーリックブレッドかな多分。ガーリックチーズなんとかねとか甘い系だと、これは梅パンだったね。なんか紫芋か里芋かどっちか忘れたけど、それのパンです。これを自分が選びました。あとは最後コロッケ違うかハムチーズの高いサンドがあったけど、あとはこれはじゃがいもチーズパンです。なので食べていきますはい、どうぞお食べください。そうだね、皆さん今のうちにぜひ高評価、チャンネル登録、ポッドキャストのチェックもお願いしまする。はい、運転手のお願いでした安全運転で行きます。はい、お願いします。ではバイバイ。はい、今アメリカとカナダの国境のところにいます。はい、1時間半ぐらいかな。で着いたね。早かったね、結構。そうだね。混んでなかったし。混んでなかったね。で、今ちょっと並んでるけど、多分あと10分ぐらいかな。したら入れるね。そう。なんか国境、初めてでも国境を車で渡るのって、日本だとないじゃん。そうだね。だけどまあ普通になんかあれみたい。日本の ETC みたいな感じ、高速道路乗る時のやつみたい。入り口がいっぱいあるって感じ。そうだね。はい、カナダに無事入ったよ。入りました。そのね、セキュリティの人っていうのかな、そのボーダーの国境に立ってる人はね、すごい優しい人だったね。そうだね。すごい優しかったね。いろいろね、質問、なんか仕事何してるのとか、どんななんか仕事アルコールは持ってきたとか、なんかそういう細かい質問をいろいろされて、まあ普通にそれに答えて、あっという間にそうだね、すぐだった。パスポート見せて、はい、終わりって感じで。じゃあカナダの第一印象はどうでしょうか。カナダ第一印象、ほら運転しててさ、アメリカだとさマイルじゃん、その運転100マイル120マイルとかのスピードの表記なんだけど、ここはね、日本みたいにキロになってるから、今の速度制限は100キロまで出していて、速度制限なので、ちょっとね、アメリカとちょっと混乱しながらやってます。俺も一昨年くらいにカナダに出張あった時、俺も運転したんだけど、初めてキロで運転して、なんかすごいと思ってねすごいよね。違うよね。もうちょっと国の違いを感じてます。そうだね。でこれからね、ブレンが調べてくれた目的地のちょっと駅に駐車して、でその駅から、まあ、ちょっと、まあ、電車乗ったりとかしていろいろね、まあ、とりあえずね、食べ物をね食べたいよね。美味しい食べ物、今回は。だから日本食とかいろいろ見つけて食べたりもしたいし、そうだね。カナダにしかないっていうかさ、シアトルにないものもたくさんあると思うから、そういうのもね、ちょっと動画でみんなに、共有できたらいいなと思ってます。駅に着いたです。あ、電車また来た。結構短い間隔で来るんだね。おしっこしたいね。おしっこしたい。行きますよ。行きますか。カナダの旅へ。カナダの旅へ。今日のファッションチェックあるよ。なんかロスの時のファッションだね。そうだね。今日あったかいね。よかったね。そうだね。
こに行くとりあえず最初はこのチャイナタウンってとこに行ってみようと思います。入れたね。よし。よし。オムライス is back メニューだって。チーズカツとかそうじゃん。結構ちゃんとしたね。お店なのかもね。このグレン越しに見えるのが大正軒で、日本にもあるよね、このラーメン屋さんあります。隣にティム・ホートン。ティム・ホートン、これみんな知ってんじゃない？カナダは有名だよね、ティム・ホートン。オハイオにもいっぱいあったよね。あるね。こちらみんなが大好きマクドナルドでございますちょっと違うじゃん。カナダの国旗のマークが M の真ん中についてる。そう。ドーナツあるっけ？普通ない。ない。俺ドーナツがあるよ。マックカフェがなんかね。ちょっと違うの面白いよね。ね。ほらカナダの国旗よくあるもんね。チャイナタウンに来てます。これからお昼を食べに行くんでしょ？そう、これから天丼の店に行きます。天丼、天丼。ああ、美味しそう知ってるでしょ、聖子さん。そうか。お腹空いたもん。11時半からオープンなんだよね。早いお昼だね。でも早起きだったからね。そうね。今日は。着いたー。初めて見たけど有名なんじゃない？天丼琥珀だって。日本の皆さんどうですか？ね、こういう天丼ってなんかないよね、シアトルね。ないね。友達が食べたのはここかな？うん、そう、ここだった。あ、本当？そう。楽しみ。美味しそう。ブレーンはイクラが乗っかってるこれかな？海鮮天丼。俺どれにしようかな。刺身？いいんじゃない？これにしようかな。ね。これ全部エビつくしね。それも美味しそうだけど、でもこれもエビ乗ってるから、ね、これにしようかな。ご案内します。いらっしゃいませ。お腹すいたわ。ご案内します。いらっしゃいませ。Yeah. Yes, please. So I will get sashimi aimori tendon. Alright, regular or spicy sauce? I will get regular. And can I have a seafood tendon? Seafood tendon, regular or spicy? Regular, please. Alright, that's everything? Yep. さあお味噌汁ね、かわいいね。家に持って帰るか。お味噌汁が激うま。美味しいね。何？シアトルに来たら絶対人気だよねって。そうだね。来たらいいの。ね。そしたらわざわざカナダに来る必要ない。このためだけには。だって天丼屋さんってあんまし見ないじゃん。調べればあるかもしれないけど、こういうなんかメジャーなやつは知らない。この店のコンセプトだよ、それを
世界に発信するって書いてあった。じゃあ私たちの YouTube で発信しますか。そうだね。あ、来た。俺のやつイクラも乗ってる。すごいね。海鮮天丼って初めて見た。ね。海鮮丼天丼。お皿もおしゃれ。何の？これはシーフード、海鮮丼、海鮮天丼。海鮮天丼。これもイクラが乗っかってるね。美味しそうじゃん。いただきます。いただきます。いただきます。うん。美味しい。あ、イクラも久々に食べた。プリプリ。宮城県の一目惚れご飯って一目惚れご飯これだけでもカナダに来た甲斐があったね。そうだね。無印に来てるで。日本を感じられるね。ね、懐かしいね。ね。無地カフェないかな。ないね。日本にはあるけど。パジャマ。はい、カナダに来てまでもね、結局お散歩を中心にしてるっていう、ね、私たちのいつも通りの日常になってるんですけど、はい、散歩と食べ物中心。はい。で今はねちょっと公園に来てます。すごい景色綺麗なの見て。綺麗。めちゃめちゃ綺麗。なんかさ、シアトルよりもさ山が近いって気がするんだよね。うんね。綺麗じゃない？近いかでかいかね。ね。で奥に見えるかな、これさ、ここの上にさガソリンスタンドがあるのよ。まあ船のためのガソリンスタンドかな。面白いね。すごいね。こんなのはシアトルでは見たことなかった。もっと下の方に行く？そうだね、下の方歩いてみようか。自転車レンタルするか。外行けよ。いますよ。なんかバッグの蓋が開いてて変な風になってるよ。閉めてあげる。誰がやったかな？これ開けたら開けっぱなし。もうたく最後だよ。ブレのダンス広場だよ、ここ。踊んなきゃ。そんな感じ？もう一回。なんでもう一回しなきゃいけない？恥ずかしいじゃん。ダメ。やって。ダメ。人が見てた。恥ずかしい人。俺がやってあげるよ、ダンスじゃ。はい。どう？俺の方が良かったんじゃない？本当？そうセクシーダンスするか。うん。いいんじゃない？セクシーダンスが見たい人は高評価をお願いします。はい。どこ行こうか。あ、見て、あっちなんか登れそうだよ。あっち行こうか。ね。ね。ツアーガイドセイゴ。船。プリンセスクルーズだって。あ知ってる？あ、聞いたことある。すごいでかいね。ね。あれに乗ってどっから来るんだろうか。アメリカ？もうあるんじゃない？ね、あちこちこうやって回ってんのかな。いつかやってみたいんだよね、クルーズ。ね。ぜひクルーズで働いてる方クルーズ連れてってください。はい、お願いします。ね、いつか乗ってみたい、でかいの。
はい、はい。カナダのマックに行ってきました。はい。やっぱりね、ちょっとだけアメリカのマックと違うメニューもあったので、ね、それをちょっと買ってきたので紹介します。残念ながらでも、プーティンっていうのがなかったけどね。なんかマック、カナダのなんか名物。ポテトに中に乗っかってるやつ。なんかチーズとグレービーソースが乗っかってるやつ。それがなかった。なかったけど、このポテトあったね。そうだね、ちょっと違う。よいしょ。こういう形のポテトはありました。ワッフルフライ。ワッフルフライ。ね。こういう感じね。あと面白いと思ったのが、なんかソースとか、パン、ハンバーガーとか、になんかそのハバネロがあったね。ハバネロバーガーとか、ハバネロソースとか。あとなんか、ドーナツとかケーキとかあったね。あとはこの、ケンタッキーのツイスターみたいなやつ。ね。これ好きなんだよね。これ昔アメリカもあったけど、ないんだよね、今、マック。こういうやつです。いただきます。いただきます。ポテト。食べて、アメリカに帰ります。今日結構、何時間カナダにいたかな ?9 時には着いたからね。9時間ぐらいいたんじゃない？懐かしい。昔ケンタッキーのこれがすんごい好きだったの。ツイスター。その味？もう本当にこんな感じだった。やっぱマックってね、国によってちょっと違うのがあるのが面白いよね。じゃあ、安全運転で帰りますので、また着いたら連絡します。はい、またね。皆様、無事に着きましたよ。はい、もう家にいます。はい。運転ね、帰りはね、行きよりも混んでて、30分ぐらい遅れたかな。そうだね。ね。アイシちゃんも元気です。逃げるな。今日初めてアイシちゃんだよね。ね。カナダどうでした？楽しかったね。てか、最後の初カナダはどうでしたか？なんかね、不思議。なんかカナダ行ったこと、カナダって言ってもね、ほら、自分たちバンクーバー、今回行ったけど、なんかブレンも言ってたけど、日本とヨーロッパと、カナダが混ざってるような、なんか不思議になんか日本の家に見える家とかいっぱいあったね。めっちゃ綺麗だったね。そう。絶景だね。絶景をね、やっぱり見た。シアトルもめっちゃ絶景だけど、また違う絶景だったね。なんか山との距離感がすごく近いなって思ったね、シアトルよりも。ね。がすごい素敵な旅だったし、家から実質1時間半しかかかんないから本当に簡単に行けるし、友達とかもね、髪切りにわざわざカナダまで行って切ってる子とかも何人かいるから、なんかまた近いうちにね、行って今度は計画を立てて、そうだね、泊まりがけでもいいしね、今回は本当に行ってブラブラしてちょっと買い物して、帰ってきたって感じだったけど、でもなんか結構気軽に行けちゃうね。なんか小旅行できるね。なんかその国境を越えるのもそんなに難しくないし、カナダありがとう。ね、また戻りたいと思います。カナダにいるね、この動画見てくれてる人もいると思いますし、バンクーバーにもしかしたらいるかもしれないね。バンクーバーにいる方どなたかいませんかね。もしいたらなんかおすすめの場所とか食べ物の屋さんとかそういうのを教えてください。はい、次チャレンジしてみます。はい。はい、皆さんこの動画面白いと思ったらぜひ高評価の方とチャンネル登録お願いします。はい、あとは概要欄の SNS とポッドキャストなどのチェックお願いします。ってことで、じゃあまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。めっちゃ外に賑やか週末が賑やかだからね。ね。バイバイ。バイ。かわいいね。これ日本にもあるんだね。知らなかったよ俺も知らなかったけど、どこで見たことある気がする。皆さん知ってますか？美味しそうだね。ユニクロも買ったね。よかったじゃん、カナダに来て。ね、また来ようね。ね。